シュさん、ありがとうございます。いえ、お時間いただきまして。いや、こちらこそ、チャンネルをお誘いいただき、本当にありがとうございます。はい。はい。で、今日は、私の個人の YouTube のチャンネル、それの録画という感じ、撮影という感じにさせてもらってるので、大変、シュさんには申し訳ないんですけど、シュさんの今日はインタビューみたいな感じで、はい。シュさんのですね、人となりを生まれてからどんな感じでこう人生歩んできてみたいなことの中で、シュさん、私から見ると今のシュさんはとってもなんでしょうね、ブログもいっぱい書くしとか、コンピューターも詳しいしとか、いろんなことをこう情熱的にこう取り組まれてるというですね、いう感じに見えてまして、でマイクロソフト MVP のアワードも受賞してということの中でですね、なんかこう、主産を目標にするような人がいっぱいいるんじゃないかなと思って、もちろん知らない人もいっぱいいると思うんですけど、でもなんか主産みたいな人がいて、で、どんな感じでこう人生を歩んできて、なんですか、どういう情熱を持って、どんなことをしてみてみたいな。だからその、その私がいろんな人をこう自分のチャンネルに呼んで、話を聞きたい人の、なんかこう、昔の頃から、ちっちゃい頃からこんな感じでみたいなのを聞くみたいな、そんなコーナーと、こんな企画となっております。なるほど。とはいえ、まだ2人目なんですね、主さんが出てくれてるのは。1回目は中村太一さんっていう、知ってますかね。なんだ、パワープラットフォーム系とか、そうですね。あとシェアポイント系とか、その辺で今日いろんな面白いことをされてるのを私もネット上で見聞きしてて、で実際お会いしたことほとんどないんですけど、ちょっと出てもらって、いろいろ結構根掘り葉掘り聞かせてもらいましたと。で音楽の話なんかも聞きましたし、趣味の話とかも含めて、いろいろと話を聞ければなというふうに思ってます。はい、承知しました。はい。なので、まずは主さんの生まれから聞きたくてですね、生まれたて日本じゃないじゃないですか、みたいなところからですね。はい。そうですね。この辺からこう聞いてもいいですか？大丈夫です。私はね、なんていうかな、子供のから上海、戸籍は上海ですけど、出身は実は上海ではない。子供の頃から蘇州の揚州というところに小学校6年生までは居続けて、中学校から上海に来ましたね。そこから多分1999年から上海にいました。そこから中学校、高校、大学校は全部上海にいました。日本に来る時は2017年かな。2017年の10月。はい、ちょうど今月は5年目に突入しましたね。そうなんですね。日本、中国、日本。そうですね。なるほど。はい。どんな幼少期だったんですか？幼少期はね、中国のなんというかな、子供の頃から日本とだいぶ違いますね。ほぼ勉強一筋で。勉強一筋。そう。一人っ子政策とかで一人っ子ですか？そうですね。私は兄弟がいないので、はい。じゃあもうずっと勉強して。上海が他の地方よりはちょっと楽ですけど、基本は大学までは全部勉強ですね。すごいの？そう、実はね、私はパソコンと触るのが大学からですね。結構遅い。2016年ですね。2016年大学に入ってから初めてパソコンを触り始めました。昔は私は結構ね、日本のゲームが好きなので、中学校の高校の時はゲームも2つのなんというか派閥に分けられてますね。PC ゲームかテレビゲームか。うちはテレビゲーム派で。テレビゲーム。だからそう。だから結構ね PC を触るのが結構遅いので。じゃあ勉強いっぱいやって、でも趣味がゲームでみたいな感じですか？そうですね。はい。でも中国でその頃ゲームっていうと、でも日本のゲームとかですか？そうですね。私は結構子供のからゲーム機は結構持ってますね。ファミリーコンピューターとか、SFC、その後プレイステーション2とか、そこまでですね。そこからまた大学に入ってさすがゲーム機が寮に持ってはいけなかったので、はい。
ああ、そうなんですね。厳しかったですね。そうごめんなさい。大学は中国ですか？そうです。上海です。はい。あ、そうか、上海ですね。そうか、そうか。そっか、でもゲームって言ってファミコン、スーファミ、プレイステーションとかって、なんか日本で流行ったものが中国でも流行ってるって感じなんですかね。一応私、ね、中国の、はいこれ、中国のゲーム事情ってあんま全然よく分かってなくて。ないです、ないです。中国はその時は全然ないので、はい。うーん、そうですか。まあでもそういう時代だったんですかね。はい。なるほど。ちなみに子供の頃好きだったゲームといえば。私は FF が好きですね。ドラゴンクエストより。ファイナルファンタジー派ですか？なぜかというとね、その時は日本語が全然わかんないですね。中国語ローカライズされてないんですか？伝えてないです。ほとんど日本語だけで。そしてドラクエが、カタカナだけですね。はいはいはい、そうですね。ファイナルファンタジーだったら、ちょっとだけの中国語が混ざって、分かりやすいですけど。はい。なるほど。じゃあ漢字わかるみたいなところでちょっと読み取りやすい。そういう感じです。はい。でもファミコンとかで、まあスーファミとかもありますけど、でもその日本のゲームを日本語のまま遊んで、で、RPG が好きとかっていうと、でも、いや、わかんないじゃないですか。だって日本語がわかんないとストーリーわかんないでしょ。わかんないですけど、これは本が中国語ですけど、見ながらゲームをやりますね。それでも、それも私は日本語を勉強するきっかけの一つですね。ゲームが大好きで。いつか。じゃあゲームしながら、日本語を勉強しながら。そうですね。日本語を勉強するのも結構遅いですね。日本語が中国では義務教育ではないですね。義務教育のが英語だけですので、私は大学に入ってから、日本語で独学を勉強し始めましたね。でも正直中国の国語も苦手なので英語と日本語は全部中途半端な状態になってしまいました。朱さんは、中国で、もちろん国語は中国語で、ゲームで遊んで、ゲームは日本語でやり、だから子供の小学生ぐらいの時から、日本語ちょっと、ひらがな、カタカナちょっと読めて、そうですね。ちょっとだけわかります。はい。ちょっとだけ、でも中国語の攻略本見ながら、そうです。いや、でも単語の意味とか書いてあるんですか？翻訳で、これはこういう意味だよ、中国語ではとか、そういう単語とかもあるんですか？中国語の攻略本には。あります。選択肢はこれを選択してくださいって。でも意味は教えてくれないので。はい。面白いですね。いい思い出です。はい。なるほど。で、それで大学は、じゃあその専門は何だったんですか？専門は何だったんですか？専門はソフトウェアエンジニアリングね。ほぼ開発系です。でも大学まではコンピューターあんま触ってなかったんですよね。触ってなかった。全然わかんない。触ってなかったけど、でもコンピューターを専門に選んだっていうのは、それなんで選んだんですか？実はね、まだパソコンの、なんていうかな、まだ流行ってないね、この専門が。両親がパソコンを扱うのは、これからの流れみたいな感じで、PC 関連の専門を選択しましたね。なるほど。ごめんなさいね。朱さんって何年生まれでしたっけ？ごめんなさい。私、年齢がよく分かってなかった、そういえば。私は昭和62年生まれ。今年は35歳ですね。はいはい、35歳。そっか。なるほど。はい。大学に入るのが2006年ですね。だいぶ16年前。でもそのぐらいだと、でも中国、私の印象だとなんかコンピューターやってる人もなんか多いっていう印象でしたけど、勝手に。その時からね。その時から。その時から。2010年からは多分、すごく流行り始めました。もともとは、ゲーセンみたいなところでみんな遊びに行くみたいな感じです。昔はね。そうですね。そこで、パソコンを触り始めて、なんというかな、開発も昔から興味がありますね。ゲームがどうやって動くのか、すごく興味があります。そこで実は専門を選ぶときは、いろんな選択肢がありますね。通信とか、いろんなパソコンに関連する専門。結局ソフトエンジニアリングを選びました。はい。なるほど、なるほど。じゃあ中
の大学でコンピューターのソフトウェアエンジニアを勉強したので、はいそれは、ゲーム作るって話じゃないと思うんですけど、そのコンピそうですねューターの仕組みとか、はい。でしょうね、アルゴリズム学んだりとか、データ構造学んだりとか、そうそうそう。SQL そういう Java とか C とか C シャープ、いろいろ。だからその時サークルみたいなものって中国はあるんです。で大学だと、その日本だと、勉強はこれで、あとサークル、その同じ趣味で集まってテニスやったりとか、なんか運動やったりとか、いっぱいあるんですけど。大学はあります。でも、高校までは全部ないですね。部活。ないんですね。はい。大学校があります、あります。そうか、そうか、そう考えてみたら、その日本だと中学、高校は部活やるのが結構当たり前みたいなところがあって、そうですね。でもその時はじゃあ中国では部活はそもそもないってことですか？ないです。私の世代がないです。はい、今もなさそうですね。はい。じゃあその、部活やってる時間は、日本人だったら部活やってそうな時間っていうのはなんか勉強してたってことになるんですか？そうです。ほぼ授業を受けてます。この時間長いんですかね、じゃあ。長いですね。高校の時は、上海はもうマシですよ。私はほぼ朝8時から午後6時までですね。地方だったら多分朝6時から夜22時までですね。めちゃめちゃ長いです。そうです。それはちょっと日本の感覚だとちょっとそんなのありえないっていうか、長すぎるっていう感じですけど、そっか。でもその場所によっても中国でも上海は短かったりとか、そういう地域差があるんですね。なぜかというと、大学のセンター試験みたいなもの、地方によって違いますね。上海の方が簡単です。そういう感じです。人もそこまで多くないので。そうですか。面白いですね。そうですね。日本だとセンター試験はね、日本全国一緒の試験でってやりますけど、そうじゃないってことなんですね。じゃないです。上海は上海の試験だけ、北京は北京の試験、そういう感じです。なるほど。面白いですね。なんか受験の話とかもなんか聞くといろいろ膨らんでいきそうですけど、でもちょっとコンピューター系の話にちょっと寄せながら話を聞いてるんですけど、大学はじゃあそういうことやりながら、大学ではでもサークルがあったんですね。その辺はどんなことされたんです？基本運動系を参加しましたね。バスケが好きなので。そうなんですね。友達とほぼ4年間バスケをやり続けましたね。いいですね。中国の時バスケ部でしたけど、ポジションがシューティング行為みたいなところの。シューティングガードですかね。日本語だとガードとか、フォワードとか言いますけど。なるほど。遠くからシュートを打つ係。そうですね。はい。なるほど。シューティングガードですね。じゃあスリーポイントシュートを俺に任せろみたいな感じですか？何でもやる感じですね。なるほど。はい。そんな感じですね。じゃあ趣味でバスケなんかもしながら、でも大学ではコンピューターを学び、それではやってみたらやっぱり面白かったなっていう感じなんですか？もう合ってるというか。そうですね。いろいろ勉強させて合ってるかどうかがその時はまだ分からないですね。なぜか会社に入ったことはないので、そのものが本当に十分かどうか全然分からない状態で、そこでちょっと職歴のお話をちょっとだけします。お願いします。私はね、新卒してから7年間はね、中国の本島の会社で働いてました。その1年間は上海 GM のパートナー、要するに民間企業で働きました。その会社にすごく感謝します。その会社の1年間はほぼ出張してますね。中国全島で出張しました。車を売るところに行って、ディーラーですね。日本語だったら。中国だったら 4S 店という呼び方。そこで行って、なんていうかな、販売システムとサービスのシステムを構築しながら、社員をトレーニングします。その仕事のおかげで、ちょっとコミュニケーション能力がすごく高くなりました。毎週新しい人と会って、同じ内容だったけど、トレーニングをします。でもね、全然開発の仕事ではないですね。トレーニングしてシステムの運用管理とか運用方法とかは伝える仕事を1年半ぐらいにしましたね。それはコードを書かずに
そのトレーニングとかの方がメインでっていうことなんですね。で、あちこち行って。そう、あちこち。ほぼ1ヶ月全部外ですね。上海に戻って1週間後また出発する感じです。じゃあ、あちこち出張行って、トレーニングして、人とも触れ合ってって感じだったんですね。そう。はい。あと、1年半後、ちょっと飽きましたので、あと、大学の時は日本語も勉強し始めて、その時は多分 N1 というレベルがあって、そこでもう合格しましたので、ちょっと日系企業に入ろうと思って、ちょっと転職しましたね。大学時代に N1 まで取ったんですね。大学時代は N2 までですね。N2、大学は N2 まで。社会人になってから N1 も取ったと。はい。なるほど。N1 とか結構難しいですよね、多分。どうだろう。私は、点数はそこまで高くないので、ちょっと合格しました。今受けたらまだ合格できるかできないのかまだ分からないです。私もね、中国の方と一緒に仕事することとかありますけど、結構 N2 までしか持ってない人、N2 っていうんですか、N2 までしか持ってない人も結構多くいらっしゃって、で N1 まで持ってる人も、少数いて、N1 持ってる人はやっぱり上手だなっていう感じですね、印象としては。でも私は日本語は独学で勉強したものなので授業したことはないので、はい。いや、主さんはでもめちゃめちゃ上手ですよ、日本語。いや、なんとかな、ちょっと違和感自分でも分かるのではい。いや、ネイティブと比べたらとかって、だから外国人の日本語ですよねってもちろん分かりますけど、でも意思疎通とか、難しい単語に、難しい日本語の表現とか使っても全部分かってる感じなんで、すごいなと思いますよ。はい、ありがとうございます。独学なんですか？そうですか。日本語学校行ってすごい勉強してみたいな、そういう話なのかと思ったけど、違うんですね。高校までは全部勉強して、大学に入っていきなり暇になりました。何をしようと思って。なるほど。日本語を勉強しよう。その時はまだゲームをやって、アニメとか小説も、今後小説のノーベル、Kノーベルを読みたい。ライトノベルですね。そう。ライトノベルを英語ですけど。もう見たいので、はい。そこで一生懸命勉強しました。なるほど。でもやっぱそう思うと、やっぱり日本のコンテンツを読みたい。だから遊びたいとか、だから日本語を勉強しましたでしょ。やっぱ多いですね。アニメが好きでっていう人も多いですしね。漫画もが好きでとかね。世代が多いですね。そうですね。はい。そっか。やっぱそう思うとそういうのもいいですよね。そうですね。はい。で、それで社会人になり、でも日本語って別に仕事の中では求められてなかったんですよね。そうですね。最初の仕事は全然日本系企業ではないので、日本のペンナーとかお客さんもないので、全然使う機会がありませんでした。でも自分で日本語のその検定取るとかっていうことを自分で趣味でしたみたいな感じなんですか？そう、趣味です。なるほど。今の MVP 活動とほぼ同じ感じですね。なるほど。そういう、なんというかな、原動力、楽しむことが一番大事ですので、別に取ろうとしようと思わなかったので、取ったら一番ベストそういう感じです。その1年目、仕事して中国中回って、そういうトレーニングの仕事とかして、趣味ではね、日本語のコンテンツなんかを見ながら、N1 も取りましたみたいな。それで自分から転職先、日系企業に行きたいみたいな感じになったんですか？そうですね。その時に日系企業中心で仕事を探し始めましたね。コンピューター系にもちろん絞ってですかね。そうですね。会社の名前が話しても大丈夫かな。いや大丈夫だったら言ってもらっていいし、ダメだったら P 入れるでもいいし、言わなくてもいいし、大丈夫かどうかの判断私が分かんないので、主さんが大丈夫なら大丈夫でしょうね。はい。その時はねに入りました。上海の販売会社ですねに入りまして、その時は製品を売るみたいな感じですかね。そうです。そこで IT 科のスタッフに入りました。そこでもにもすごく感謝してます。そこで初めてね、大型の ERP システムをその会社で接触し始めましたね。前は全然知らなかったので、日系企業はどういうシステムを使うのか、あとは
会計はどういう感じなのか、連結決算はどういう感じなのか全然知らなかったね。あと JSOX とかいろいろ学ばせていただきましたね。なるほど。はい、ちなみに何使ってたんですか？それ言っちゃいけないのかな？ERP のサップとかですか？そうです、サップです。ERP はサップです。なるほど、なるほど。周辺システムはいろいろ中国本島のシステムはありますけど、基幹システムはサップです。なるほど。じゃああれですね、ちょっと詳しい話、システム系の話になっちゃうと、なんか NG が入るかもしれないから、ちょっと頭文字にしておきますか。でもいいか、今は言っといてもらって、後でちょっと編集でちょっとピーとかなんとかしておきますよ。会社名は言わないように。はい、すいませんね。そうしておきましょう。はい、そっか。じゃあそこで初めて ERP 系のシステムを携わって、だからそこから結構ずっと続いてるっていう感じになるんですかね。そうですね。主の仕事は、もともとトレーニング、2つシステムを触ることはしかないですけど、あれから社内のシステム運用管理とか、システム導入位置とかに変わりましたね。ほぼ社内向けの、なんというかな、各部門と会議して、要件を収集して、パートナーと打ち合わせして、この機能を実装するかとかが、そういう仕事をしましたね。なるほど。はい、それはプラットフォームは何の話なんですか？それはもう完全に作ってもらうことの話ですか？それとサップ上に何か機能を追加するみたいな話なんですか？全部ありますね。サップの機能追加とか、周辺システムの導入とかが全部ありました。あと、インターフェースとかも、設計とかもありました。じゃあ幅広くやってたんですね。守備範囲広く IT 系のシステム全部面倒見てみたいな感じですか？そうですね。はい。インフラ以外は全部IT 化で管理してます。なるほど、なるほど。はい。でもなんか今までの話聞いてると、自分でプログラム書いて作ってっていう感じじゃないですね、あんまりね、まだ。そうですね。コードを読めますけど、その時はまだ書く機会もないので、その時はまだシャープの後にまだ一社を経験して、そこでねちょっと知り合いに声をかけて日本に来る興味はありますかってあとは実は日本に昔から憧れてますので、あと大学の専門がソフトエンジニアリングので開発もちょっと興味があって、いい機会なので、日本に来てなるほど。はい。じゃあそれで日本に来て、その会社で、働くために日本に来たって感じなんですね、じゃあね。そうですね。はい。でも日本に来る前に観光のためにもう何回日本に来ましたの。なるほど。そう私と妻がね日本が大好きなのでいろんな場所に見に行きましたね。一般的な場所以外はね、例えば富士山を登りました。あとすごい。屋久島の縄文杉も見に来ました。あと鹿児島の桜島の火山ね、そこにも行きました。と高松の小豆島も行きました。すごいですね。それは結構でもメジャーなところは回った後で他にもっていうことですもんね。そうです。今シュウさんが言ってくれたところ、日本人の私ですけど全部行ったことないですよ。私が行かなすぎなんですけど多分。なるほど。はいはい。日本人でも行ったことない人いっぱいいますよ。なるほど。私は時間がありましたら妻とあちこちになんというかな、全都道府県を制覇を行きます。それはごめんなさい。奥さんと結婚したのっていつなんですか？結婚したは6年前ですね。6年前。じゃあ日本に来る前にも結婚しててっていうことですよね。5年前か。同じ年ですね。日本に来る時は。同じ年。はいはいはい。そうですね。結婚して一緒に日本に来ました。奥さんは、仕事とか中国でされてって感じだったんです？そうではなくて一緒に。昔同じ会社の人ですね。なるほどなるほど。そういうことですね。で中国の方で。そうです。そう。はい。じゃあ日本に一緒に来て家族で来てって感じなんですね。そうですね。妻も
日本語一応取りましたね。なるほど。うん。じゃあ日本に来て、奥さんも今働いてるんですか？いや、働いてないので、はい。今専業主婦。専念。なるほど。いいです。さすが、主さんがじゃあ養って、頑張って稼ぐ役ですね、主さん。そうですね。はい。まあ、頑張ります。はい。じゃあ日本に来て、で、そこで、まあ、1社、2社みたいな感じですか？そうすると。そうですね。2社目ですね、今は。でも日本に来てからは結構あれですかね。どの辺のことの仕事なんですかね。その時は、1年間がシステム開発導入の仕事をしましたね。1年間で、まあ、ほぼの、なんていうかな、内容を把握できて、その次の年から、なんていうかな、イノベーション推進部に入って、実は今の MVP の仕事と結構似てますね。今は社外向けに発信してますね。情報収集して勉強して社外発信します。その時はね、社内向けにやってます。新しい、私で言えば新しい情報を出て社内を発信するとか、新しい機能が出たらテストして社内発信とか、そういう仕事をしました。なるほど。主さんってダイナミクス BC 系が一番やってるじゃないですか。そうですね。もうその頃からもう結構その辺のエリアをって感じなんですか？そうですね。その時はまだ BC ではないですね。前のバージョンが NAV というものがあって。ナブって言ってましたね。そう。何の略なんですか？私ね、その辺あんま触ってないからよく分かんなくて。あれが、なんというかな、一言言えば、中堅中小企業向けの ERP システムね。昔は、アンプレミス版しかないので、なんというかな、製品から見ると、SAP より安い、そして操作しやすい、なんというかな、会計審査も対応しやすいみたいな感じですね。なるほど。じゃあそのナブって何の略なんでしたっけ？ナブがナブですね。昔はナビションと時代がありますけど、なるほど。そう、2015年からナブになりました。なんかの略称でなんとかかんとか略してナブじゃないんですね。じゃない気がする。間違えたら申し訳ないですけど。そうなんですね。面白い。はい。じゃあそれをナブをやって、そうか、でもそれってやばい。ちょっとストーリーが分かってないですね。ストーリーっていうかその製品の歴史が私が分かってない領域だからあんまりあれですね。ダイナミクス CRM っていうのはそういう名前になってからよく耳にはしてましたけど。ダイナミクス今3つのエリアに分かれてますね。おおむねにね、結構細かく分けられてますけど、まず CE ですね。カスタマーエンゲージメント。そこは昔の CRM ね、今、フォーセールスとかフォーマーケティングとかに分けられてます。カスタマーサービスとか。あと FO ですね。FO は昔の AX ね。これはなんていうか大型企業向けの ERP システム。SAP 花みたいな感じで、導入期間が長くて結構高いシステム。次は中堅中小向けのBC ですね、今は。あと BC の歴史を簡単に言うと、2018年ね。2018年初めてNAV から BC に名前に変更しましたね。詳しい時間が忘れましたけど、多分2005年からナビが存在し続けて、今でもありますけど、一応最新版は全部BC になりました。はい。なるほど。でもじゃあ主さんはちょっとだから中小向けのところの領域をずっとやってるって感じになるんですかね。そうすると。そうですね。はい。なんか自分でそうしたいから選んだみたいな感じなんですね。成り行き上そうなったみたいな感じなんですか？成り行きかな。はい。結構あれですね、自分がこうしたくてこうするぞっていうよりは結構その時与えられた仕事とかそういうものを結構楽しみながらやれちゃう感じなんですかね。そうですね。はい。
まあ、やることは、まあ、楽しむのが一番ベストですので、はい。そして、なんですか、私が言うのがちょっと嫌かもしれないですけど、悪い製品ではないので、みんなぜひね、お考えしてくださいね。まあでもね、やっぱりこう、ダイナミクス BC とか、ダイナミクス製品、まあ日本市場でどのぐらいこう使われてるかみたいなところで言うと、結構最近盛り上がってるみたいですけど、結構こう、なんですかね、そんなに盛り上がってない時期も結構長かったように、私は印象としてあって、そうですね。私の周りだけかもしれないですけどね。でもなんか最近ね、随分こう、幅も広がって、こうなんかどんどん、来てるし、なんていうんですかね。普通のクラウド系、マイクロソフト365とかオフィス365とか、まあ普通のコミュニケーションのやつとかやったけど、もっと業務寄りのところっていうのは、こうダイナミクスの世界でこういろいろやっていくんだぞみたいな感じで、結構なんですかね、そこからこうつながりが出てきて、なんか結構盛り上がってきてるような印象ですけどね。そうですね。正直ね、BC はあまり日本ではまだね、まだ流行ってないですけど、そもそも BC、まあ、昔のナベーションがデンマークの会社で最初に開発されたERP システムね、マイクロソフトが買収して、まあ、統合して今の製品になりましたけど、結構ね、ヨーロッパとかアメリカとか結構使われてます。認知度もそっちの方が断然に高いので、私はね、まあ、最初ブログを書き始めた時にまあ多分ご存知だと思いますけど、中国語と日本語の記事を投稿しましたね。そこで全然ね、閲覧数とかユーザー数とか全然伸びてないので、そこからまあ英語も得意ではないけど英語をメインでやり始めました。そこからまあだいぶ伸びましたね。これやっぱりこう明らかにこう視聴者の温度差っていうか数の差がもう明確に出たわけですね。じゃあそこは、多分元からなんていうか人の人数が違いますね。日本語を喋る人と英語を喋る人、多分みんなもね盛り上がりたいんだったら英語の記事も投稿してくださいね。多分ベースが大きいだから。そうですよね。やっぱり人口違いますからね。はい。それは当たり前の話ですよね。普通に考えて。そうですね。そうだからちょっとごめんなさいね。主さんのブログとかのその更新頻度とか、まああるいはその複数の言語でやってるみたいなとことかですごいなと思ってて、ちょっとねその辺の話もちょっと聞きたくて、ちょっとブログの画面とかちょっと見せてもらっても可能ですか？大丈夫です。事前に言ってなかったからあれですけど、ごめんなさい。まあちょっと宣伝も兼ねて。はい。ちょっとね。じゃあ画面いただきます。はい。こちらあれですね。主さんのブログ。そうですね。基本毎日投稿し続けてますね。何かを。すごいですよね。だからこのねやっぱりね主さんのこのブログを投稿するぞって言ってこう毎日こうちゃんと継続できるところってやっぱ本当すごいなと思って。ありがとうございます。いやでもねそのなんていうんですかね、ちょっと適当にパパパって書いておしまいっていうんじゃなくて結構ちゃんと力入れて書いてるじゃないですか。私はそういう印象なんですけど。まあ私はまあ前も言ったんですけど英語はそこまで得意ではないので分かりやすく説明したいのが、まあ、画像とかやはりビデオとかが必要だと思って、まあ、ここで力を入れました。なるほどね。まあ主さんはもともと中国で育って、まあだから中国語喋ります。でまあ英語は義務教育で習うんだけど、まあ母国語じゃないです。でまあ趣味で日本語を使って。まあね、日本でも働いているからとかで、まあ、日本語は生活の中で使うんですけど、英語に関して言うと、まあ、日本人にとっての英語みたいなのとあんまり変わらないわけですよね。そうですね。そういう感じですね。学校に学んだことだけですね。でもそれでこうなんですかね、ブログ書くときにこうね、まあ私もちょっと言わせてもらって、まあ日本語版と中国版と英語版とかなんかこう複数言語あるといいんじゃないかなんていう話もさせてもらいましたけど、でもその英語でまあ、自分の母国語じゃないもので毎日こうちゃんとアウトプットしてこうねできるってこうやりたいなと思ってもやっぱ私もできてない人間なんで、だから本当にねすごいなと思うんですよね。ありがとうございます。それってなんか何がポイントなんですかね。私結構日本語では結構アウトプットしてるんですけど、
はい。でも英語とかはやっぱりできてなくて、まあでもその多分ちょっと時間かけて、ね、まあ今だと翻訳のツールもね、そうですね。あるでしょうし、とか、まあいろいろね、グラマーを直すのもあるはい。しとか、まあ自分で書くことももちろんできるし、その、時間かければまあできるはできるじゃないですか。だけそうですね。はい。どこう、ちょっとね、私の中でもこう、ちょっとまだ越えられてない壁がこの、英語とかっていう外国語、母国語じゃないところっていうと、まああるんですよね。はい。そこをね、主さんは超えてこう、これだけ情報発信してやってるから、そこには何かこう、何かがあるんじゃないかって。そんなことないのかな。いや、どうだろうかな。まあ、昔から、まあ、これも原動力の一つかもしれないな。困っている人を助けたいですね。うん、うん。そこで、私は毎日、まあ、ブログ以外が、T さんのこのコミュニティでの活動もやってますので、コミュニティ。コミュニティの活動。うん。まあ、そこで、まあ、基本毎月、こういうコミュニティスターに選ばれて、いますね、主さんがコミュニティスターに。そうですね。あと、基本トップ3に入りますね。Suggest answer と Verified う answer。ん。これはフォーラムでこう QA のところで答えてっていうところあたりのやつでそうですね。すかね。はい。うん。そして、まあ、ここで見た問題とかが、私はブログ化にして検討することが多いです。うん、なるほどね。フォーラムの回答でブログ書いたので見てくださいみたいな感じになっていることが多いってことなんですね。はい。うん。それは元の質問者が、まあもちろん英語で質問しているものに回答していることが多いってことですね。そうですね。基本、まあ、全部英語ですね。うん、ですよね。これ日本語版とか中国語版とかもあるんですか？いや、そのこのサコミュニイトティの。はないですね。あと、ここは別に PC だけではないです。T36 全般だからね。なるほど。あれ、これって他のやつにもあるんですかね。私よく分かってないな、そういえば。あるはずですね。ないそうのかな。ですね。多分 Azure とかもあると思います。フォーラム系ほとんど手出してないから。うん。ああ、なるほど。まあでもそっか。なるほど。でも人助けしたいみたいな。困ってる人がいたらこう答えてあげたいなっていうところがあって、まあ、そのための手法を自然にやるとだからそうなっちゃいますよみたいな感じに近いんですかね。主さんにしてみると。はい。そしてこれは結果論ですけど、毎日いろいろ感謝の言葉をいただいて、すごく心から嬉しいと思います。なるほどね。でもその中国も人口めちゃめちゃ多いじゃないですか。はい、中国語話者もめちゃめちゃ多いですよね。はい、だからまあ日本人では日本語でやって日本語の文化圏の中でやるときってまあ1億数千万でまあこれから減っていくだろうしみたいな感じでですかね。はい、まあだからちっちゃいパイだなって思うんですよね、母数が。で英語になると、まあ、世界中の話になるのでやっぱり大きいよねって言って大きいのは当たり前なんですけど、ででも中国とかだと結構人口も多いからなんか中国語でいろんな情報発信してこうやってっていうのもめちゃめちゃ大きいじゃないですか。中国国系。そうです。これは製品によって違いますね。多分今一番流行ってるパワープラットフォーム系だったら多分すごく盛り上がるかもしれないです。中国語だけでもってことですかね。そうです。はい。うん。中国でもいろんなまあ、MVP 向けのコミュニティとかもいっぱいありますので、まあ、私もちょうど先日誘われて来月多分18日ねどこかに登壇する予定です。中国の、はい、イベントで。いいですね。はい。それはごめんなさい。英語で登壇するんです？いや、多分中国語です。主さん、喋るの英語は登壇お願いしますとかって言われたら結構いけちゃう感じなんですか？これはいけるけど多分長い時間を準備しなければいけないですね。そういう感じですか。日本語も同じですけど、母語ではないからね。いや、でも日本語はもう全然大丈夫だと思いますけど、日本語喋る量と英語喋る量とどっちの方が多いんですか、今は。多分日本語の方が多いですね。まあ、なんというかな、ブログを書いた時でも気づきました、ね。英語だったら簡単な言葉で分かるようになりますけど、日本語はちょっとややこしいですね。中国語も同じですけど。そうですか。いやでもね、3カ国語3つの国の言葉をこうなんかこう流暢に喋られるからなんかすごいなというのと、なんていうんですかね、でもその英語にかける時間と日本語にかける時間を外国語っていうことで両方使ってるじゃないですか。だからやっぱ勉強しただけ伸びるっていうと語学ってかなり強いと思うので、
なんていうんですかね、なんかこっちはできるけどこっちはできないみたいになんかなっちゃいそうな気もするけど、そうでもないところがやっぱすごいなと思いますけどね。そうですね。はい。中国語から見ると日本語英語ってどっちの方が難しいんですか？日本語ですね。日本語の方が難しいですか？最初は多分英語の方が難しいですけど、日本語はね、勉強すればするほど難しくなります。そういうもんですか。敬語とかいろいろあって。なるほどなるほど。はい。最初は多分簡単ですけど、だんだん難しくなる言語です。周さんは今自分の日本語力と自分の英語力だったらどっちの方が上っていう認識なんですか？日本語だと思います。日本語の方が上である。そうですね。なるほど。使われてますね。生活でも。はい。多分もし可能性の話ですけど、アメリカに行ったら多分英語に得意になるかもしれない。みんな同じですね。やっぱりね、必要があればやっぱり伸びるっていうのはあるんでしょうけど、でもその中国、日本と来てでもブログは英語がメインっていうところはやっぱりね、すごいなと思いますけどね。ありがとうございます。これは ERP の世界だけかもしれないですけど、 ERP の世界はね、ずっとなんとか3つの、3種類の新規と呼ばれるものがありますね。英語、会計、あと IT ね。英語が一番前ですね。なるほど。英語を勉強して、会計を勉強して、あと、どのシステムでも扱われますので、そういう感じです。なるほどね。このブログとかそのダイナミクス系以外で英語を使うシーンって周さんはあるんですか？ほぼリンクインとかの問題回答とか、これはコミュニティ同じですね。なるほど。毎日結構なんとかな質問が来ますので、私はできる限りの回答をしてますね。でもそれもだからダイナミクスに関連する質問が多いんですよね。そうですね。そっか。でも1対1でなんかこういうメッセージが来て答えてあげるとやっぱ周さん優しいですよね。せっかくここまで切ってもらってそう返信しないとちょっと嫌かもしれないので、頑張って分かればね頑張って返信してます。私は自分のサイトに匿名で質問できるチャットみたいなやつつけてるんですよ。でそこにですね。でそこで日本語で質問を受けるっていうことはあるんですね。でそれは回答するんですけど、でフォーラムはあんまりやってなくて、でもそのホームページにつけてるやつも匿名のやつだから多分質問しやすいんだと思うんですけど、あと YouTube のチャンネルで質問なんかもたまにありますけど、このリンクトインとか、あと例えばツイッターとかそういうなんていうんですかね、そういうとこで質問を受けること私はほとんどないんですよ。全然なくて。なるほど。それって結構多いですね。それってなんか不思議な感じがするんです。だからフォーラムとかだったらみんなが質問する場所じゃないですか。だから、質問がそこにする場所だからするのはある意味当たり前じゃないですか。だからリンクトインとかでつながってて、なんか転職しませんかみたいな連絡はいっぱいありますけど、多いです、ね、あれはもう返信したくないので、そういうものだからね、リンクトインはね。だけど、そのリンクトインでメッセージをして、その質問をするみたいなことはやっぱり周さんがそのエキスパートだっていう認知があって1対1でこう会話をしたいからっていうことなんですかね。そうですね。そういう感じですね。でも1対1のクローズドのところだと、私なんかだとじゃあみんなが見れるところでやりましょうよみたいな風に言いたくなるんですよね。そうですね。それが一番ベストだと思いますけど。でもそれ嫌がる人もいるじゃないですか。なんかそうじゃなくてなんか個別のところで聞くみたいな。掲示板じゃなくて、オープンなとこじゃなくてクローズなとこだったら恥ずかしくないから聞けるみたいな人が結構、日本人だと多いって印象があって、その周さんにリンクトインで質問してくるような方っていうのはなんかそういう感じってします？それともただ単にエキスパートだからこの人につながれるところで行こうっていう感じなのか、オープンなところ恥ずかしいからみたいな感じって印象としてありますか？両方ありますね。でも多分ね、みんななんていうかな、早めに答えが知りたいので、もしコミュニティとかフォーラムで投稿したら、私は普通に見ない日もありますね。そこでなんていうかな、そして必ず返答するの約束もないからね。だから私のところ直接 DM が来て、これを見たら返信してくれるかなと思われるかもしれないね。私は個人は別に嫌ではないので、これも前話したブログのネタ収集の手段の一つなの。
はい、質問者にもすごく感謝してますね。でそれは答えながらチャットできてもブログで書いて回答することもあるしってことなんですね。なるほどね。でも面白いですね。それってなんか世界中の人から来るんです？そうですね。基本は英語で。国が多いとかありますか？最近インド系が多いですね。アクセスの国を見れば分かるかもしれない。まず英語の US が一番多いですね。国だったら他で見れるんだっけ？そうですね。インドは多いですね。インド、ジャーマニー、スペイン。そうね。3ヶ月期間中だったらインド、ジャーマン。ドイツが多いんだ。へえ、なんか意外ですね。ドイツってそんなに人口多い感じでもないですからね。印象としては。そうですね。僕はやっぱダイナミクス BC とかダイナミクス系の盛り上がってるとこと相関がやっぱりあるんですかね。そうですね。ヨーロッパが結構盛り上がってますね。時々イベントとかも開催されてます。確か来月は何かのサミットもまたベルギーで開催されてますね。ちなみにですけど、ごめんなさいね。リンクトインの質問とかって英語オンリーですか？中国語もあります？基本ないですね。基本ない。ない。日本語はたまたまありますけど。基本英語ですね。面白いな。でもこんだけ個人で来るんだったらなんかこうお金取ってやろうかみたいな気持ちになりません？そうでもないですか？そうでもないですね。そんな簡単な質問で金がもらうのがちょっと恥ずかしいかもしれない。なるほどね。はい、だから質問されてこれは困っちゃうなみたいな、難しいなとか、なんかこう確認に手間がかかりすぎるなみたいな、そんなのはないですか？あんまり。ありますあります。そこで私は返信して、来月中で確認するとか。それでもブログを書いてまた返信する。それはでもすごいですね。それちょっと主さんなんかものすごくこういい人ですね。そこまでやるんだ。そっか。私はね、ちょっとした質問でその場で分かるようなことはパッと答えますけど、あんまりなんかこの人明らかに自分の仕事のことを私に聞いてきてるなっていう感じが強すぎると、私はねそれは回答しなくなっちゃうんですよね。それはちょっと線引き難しいんですけど、本当にあなたの仕事のことを丸投げこっちにしてきて、なんか無料回答機みたいな感じで捉えて、ちょっと勘違いしてませんかみたいな人が、たまにいるんですよね。そういう雰囲気が出ちゃってる人が。そして私は結構開発系ですね。そういう機能を作ってほしいという人もいますので。そういう時はどうするんですか？作ってくださいって言われて作るわけじゃないでしょ、さすがに。簡単だったら一応ね、作ってソースコードを送信するみたいな。おお、そこまでやるんですか？すごいですね。そこでブログに書いて、それは確かにそうね。それはでもちょっとやりすぎなんじゃないかと私はちょっと思いますけどね。簡単なことならね。でもね、ブログとかにも紹介しつつ、なんかね、いろいろとこう、1対1からちょっと1対多にこうね、ブログとかにするとなりますんで、そういうところまで行くとなんかコミュニティへの貢献とか、なんかこう人助けみたいな感じがしていいですよね。そうですね。はい。いやでもすごいですね。そして私は常にブログを書いて、リンクインとツイッターでみんなに共有して、そこでたまたま指摘がありますね。もっといい方法があるかとか。そこで私はこの方のアドバイスでまた新しい方法がありましたってブログの中でも更新しますみたいな感じで、結構いい、なんとかすごくいい輪になりましたね。でそういう中でこう主さんから見て、この人すごいなとか、なんかそのサークルの中でこの人の影響力ってあるなみたいな、なんかその主さんから見てなんかそういうすごい人みたいなのいたりするんです？います。私は昔この方々のブログとか YouTube とか見て成長してきました。なるほど。今でも勉強し続けてます。じゃあ例えば仮に一人ちょっと挙げるとしたらどなたとかあります？ちょっと待ってね。難しいですかね？いや難しくない。ちょっと探せば出ます。なんかそういう感じのなんですかね、目標でもないんですけど、なんかお手本でもないんですけどね、なんかそういうこういう人に助けられたから自分も目標ですね。ちょっと待ってね。エリックさんっていうのかな。そう、この業界の第一人者って言っても過言ではないです。この方もマイクロソフト MVP なんですね。そうですね、MVP。中に見続けてます。じゃあこの方はもう結構何年も前から知ってて、よくブログも見たしみたいな、そんな感じですか？そうです、そうです。はい。他にもすごい方がいっぱいいますので、全部海外の方ですね。そうですよね。私もね、結構昔はいたんですけどね。でもやっぱり海外の方だし、日本の中でそういうふうに思う人
とか最近というか随分いなくなっちゃってて、それは私は寂しいなと思いながらやってるんですけどね。なるほど。主さんが今多分他の方からこうなんか目標とされるような感じになってるんじゃないかと思いますので。そうしたら光栄です。ね、特にだからインドの方とかドイツの方とかから思われてるんじゃないかなと思いますよね。そうしたら、ありがたいです。そっか。でも私やっぱりこう相当ドメスティックな感じで日本の中で閉じて、しかも私を目標にしてる人はほとんどいないでしょうから、だからね、なんかこうちょっとやっぱり、世界に目を向けてやっぱりやるようにしたいですね。言ってるだけじゃダメだからなんかやろうと思うんですけど。そうですね。そしたら視野も広げますので、関わりも結構多くなりますので、はい、結構楽しいです。ですね。はい、いや私もやろう。最近ちょっとこのチャンネルの中でもロイさんっていうカナダの友人とですね、ちょっと先日もちょっと、週に1回ぐらいちょっとだべって、ちょっと英語も使いながらなんかそういうのをやろうっていう話をしまして、まだ1回しか撮ってないんですけど、ちょっとねやりだしてるので、ちょっと YouTube の中でも英語の話もちょっとしようかなと思ってるんですけど、楽しみにしてます。そうね、新しいチャレンジただね、ちょっとねなかなかちょっと結構ニッチじゃないですか、その IT とかで、その中でもかなりこう、ね、私の中で Windows サーバーとか Azure ハイブリッドとかってかなりニッチだと思ってて、そうですね、はい。でダイナミクス365とはニッチっちゃニッチじゃないですか。確かにね。はい。でもその、日本の中でっていうと相当ニッチで人口も少ないと思うんですけど、でも世界を向けるとやっぱりね人が多くいますし、読む人も困ってる人も使ってる人もなんかねいろいろやっぱり世界規模の方が人口が多いのは当たり前の話で、そういう方でやった方がやっぱ楽しいなっていう感覚とかありますか？そうですね。すごく毎日楽しみにしてますね。私の専門の製品は日本ではまだ流行ってないですけど、グローバルから見るとね、毎年ランキングは変わるかもしれないですけど、基本ね ERP ランキングで3、4位になる製品だからね。他は SAP とかオラクルのクラウド ERP とかがもうあります。あと Salesforce とかもあって。なるほど。でもその領域がどこで流行ってるかみたいなとこともやっぱりリンクはしてくる感じですね。そうですね。周さんってなんか違う領域に自分も手を伸ばそうかなみたいな気持ちとかあったりするんです？最近はねBC も同じですけど、他の T365 製品もなんていうかな、パワープラットフォーム系との連携が強化し始めましたね。多分2年前からかな。そこでパワー BI とかパワーオートメイトも勉強し始めました。なんていうかな、昔は開発はコアのコードしか開発できない部分がパワーオートメイトを利用すればね、ちょこちょこクリックすれば簡単ななんていうか機能を作れます。そうですね。当然なんていうかな、承認のワークフローでも簡単に作れますので、あとレポートの開発もね、昔はレポートビルダーというツールを利用して開発しなければいけない。そこの開発言語がシステムの開発言語と全然違いますね。EF の書き方とか全然違いますので結構苦労しました。今パワー BI が出て、そういうなんていうかな、印刷系以外のものがパワー BI で全部できるようになりましたね。それは大きいですよね。そうです。あと M365 系デモの連携も最近強化し始めました。来月からリリース予定の機能で BC のライセンスがなくても Teams ユーザーでシステムのデータをできます。なるほど。そこは一つの大きなポイントですね。なるほど。じゃあ M365 系パワープラットフォーム系とどんどんつながってきて、じゃあ周さんもそういうところもちょっとそうですね、手を広げながらいく感じなんですね。はい。そっちの領域までいくとなんか結構ね、日本でも盛り上がっている領域なんかも被ってきますから、そうですね。なんかね、またファンがどんどんもっと日本でも増えるかもしれないですね。はい、頑張ります。出産ファンが。じゃあそれもじゃあちょっと楽しみにしながらですね。はい、ありがとうございます。じゃあ周さんにいろいろ話を聞いてきて、すみません、もう1時間ぐらい話しちゃいましたね。ごめんなさいね。こんな長く話す予定じゃなかったんだけど、ごめんなさい。ありがとうございます。いろいろ話をしてもらって。無限に話せますね。そうですね。そっか。じゃあ今度はあれですね。またなんかちょっとゲームの話でもしましょうか。はい。アイコンとかはちょっとね、下着のね、やつだからとか気になってるんですけど、その辺の話はまたちょっと今度にしつつ、じゃあ今日はちょっとね、周さんの
まあ生い立ちのところからこう社会人どんな仕事してきてとか今のブログのことを含めてダイナミック365 BC 周りの話を聞かせてもらったのでありがとうございました。ねえ、こちらこそありがとうございました。私としてやっぱり朱さんのこの発信力と特にやっぱね三角語をこうペラペラこう使い分けながら情報誌は英語をメインでっていうところでやっぱそれがすごいなと思ってね、はい、ぜひ私も、お手本にさせていただいて頑張ってやりたいなと思いますので、はい、わかりました。ちょっとね、朱さんがあんまりいい人すぎて質問したら答えてもらえるなっていう感じがあるから、なんか変な風にこう連絡がいかないといいなと思うんですけど、まあでもダイナミクス BC 系だったら、まあそれはいいのかもしれないですね。日本市場まだこれからですからね。そうですね。はい。じゃああれですね、これ見てる人でダイナミクス 365BC 系で日本でやりたいなっていう、まあお客さんとかあったら、朱さんに連絡しつつ仕事としてやってもいいのかもしれないですね。ぜひお願いいたします。はい、まあね、仕事の話はあれですけど、すみませんね、ありがとうございます。いやいや、こちらこそいろいろと話を聞けてよかったです。はい。いや、こちらこそね、いろいろ話し合ってきて本当に嬉しいと思います。はい、でもすみません、今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこれで失礼します。ありがとうございました。はい。さよなら。